こんにちは、MD ジャックです。先日、久々の通勤でバス、電車に乗りましたが、TWS のノイキャン性能やら、接続の安定性やらを試すのに大忙しでした。往復で4モデルは結構ハードでしたが、いろいろ分かりました。それなら毎日通学してる愛に頼んでくれればいいのに、肝心なところは任せてくれないジャックさんです。はいです。髪を切りました。似合ってますか？ティンハイファイ T4 のレビューがまだなのに T5 が発売になってしまったので、これはアブロンの時と同じだなぁと思い、また4本まとめてレビューすることにしました。というわけで、ティンハイファイ祭りのスタートです。4モデルについてのスペックや特徴です。T2 プラスはダイナミックドライバー1機搭載モデルで、外観はビーンズ、豆のような楕円形です。ティンハイファイが初めての方はこのモデルから入手してみるのもいいかなと思います。価格も4モデルで一番手頃で、コスパはいいですが決して侮れない響き方をします。T3 は4モデルの中で唯一ノールズ B8 ダイナミックドライバー搭載のハイブリッドモデルで、外観は円筒形、低域は控えめ、高域がお好みな方向けだと思います。 T2 プラスと同じ価格帯です。 T4 はカーボンナノチューブドライバー搭載、フラット系のチューニングを意識したモデルで、外観は円筒形、モニターライクな音質の傾向に感じます。価格は1万円前後で、セール時は7000円台で買えることもあります。 T5 は今年発売のニューモデル、従来より強力で防声に優れ、なおかつ薄い振動板のダクドライバー搭載で BA のような広域の響き方をするモデル。シェルが大きめですが、音情を広くするための緻密な設計に基づいたもののようです。4モデルの中では一番重く、価格は1万5000円前後です。スペック表を並べてみての相違点で気づいたことは、搭載しているドライバー形態が少しずつ違い、それに伴い波形で見る以上に出音に特徴があります。詳細は後ほど波形分析でお話しします。 T5 はインピーダンスが48オームと少し高めで、ノイズ軽減の設計思想が伺えます。接続端子は T5 以外は MMCX 接続、 T5 は 0.78mm にピンといったところでしょうか。では今回もミミィちゃんにお話を聞いてみます。ミミィちゃんよろしくね。OK、4つあるから短めに行くよ。まず T3 と T4 なんだけど、形が同じと言ってもいいよね。円筒形で耳への収まりはとてもいいよ。耳の後ろを通るケーブルで半分固定されるような感じだから、特に不安定でもないけど、耳に当たる部分が少ない分ちょっとグラグラはするね。次に T2 プラス、これはいいね。丸っこくて薄いので耳からはみ出さないし、つけてることを忘れてしまうって言ったら大げさだけど、重さも含めて耳への負担は少なくて、4モデルの中での装着感は一番だね。最後に T5 なんだけど、見た目大きいじゃない？でも装着してみるとフィット感はいいよ。存在感はあるけど、フィットしていればそれほど問題には感じないんだ。全体に丸っこいし、耳に当たる部分もこんな感じでフィットしやすいよ。ちょっと高めのモデルだけのことはあるね。ありがとう、よくわかりました。ミミィちゃん、髪切ったんだけど、どう？イメージ変わったね。いいんじゃない？似合ってるよ。耳は大丈夫？切られたりしてない？うん、大丈夫だよ。じゃあまた今度ね。OK、バイバイ。今回の音収録はこのセドナイヤーフィットクリスタルで行います。理由1、先日コメント欄でリクエストをいただいたことと、普段からセドナイヤーフィットを使用しているので、新製品のクリスタルを試してみたくなりました。理由2、イヤピの材質によって耳がかぶれてしまい、頻繁に薬を塗っている状態が続いており、最高級ドイツ製プレミアム LSR 採用のこのイヤピは、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制という部分に期待し、試してみたくなりました。波形の変化は、まずファイナルタイプ E がこれです。そしてセドナイヤーフィットライトがこう変化します。中域が少し落ち、高域のピークが少し前にずれる傾向はここでも同じです。ライトからクリスタルへの変化は波形上ではこの程度です。同音感へのイヤピの差し位置が全く同じにならなかったこともあり、誤差込みで判断しても変化は小さいと思います。装着した感じはちょっとベタつくような抵抗がありますが、フィット感はよく、気持ち小さい SS サイズを選んで正解でした。 S サイズだとさらにフィット感は増しそうです。ちょっとホコリはつきやすいですが、現段階での印象はとてもいいです。広域をマイルドにしたい場合以外にはメインで使用していけそうですので、今後頻繁に登場することになりそうです。音質比較動画は4モデルプラスソース音源の構成になるので、いつもより少し長めの収録になっています。音収録は各モデル付属のケーブルを使用しています。では音質比較動画です。
今回は各モデルの波形や特徴とともに音質比較動画の音源を実機で聞き比べた際の EQ 補正のセッティングも2ポイントに絞って表示します。4モデルあるのでジャックさんと交互にお伝えします。では始めましょう。T2 プラスは以前の動画ですでにレビュー済みですが、ティンハイファイのレビューには欠かせないので再度ピックアップしました。低価格帯に属するモデルですが、そうとは思えない響き方でコスパの良さを感じます。改めて聞いてみて少し低域が強いと思ったので、こんなセッティングにしてみました。補正後はボーカルが前へ出るようになり、全体的に締まって聞こえるようになりました。高域は他の3モデルと同じようなレベルで出ていますが、実際の響き方は柔らかめで刺さりがないのが特徴です。 T5 と比べた場合、響き方がやや平面的なので分離低位感が今一つな部分はありますが、全体的にこの価格帯としてはかなり満足できると思います。高域のやや甘さを残した響き方が個人的には好きな部分で、今回改めて T2 プラスはいいなぁと思いました。T3 は4モデルの中で唯一 BA を搭載したハイブリッドモデルです。最も低域が控えめ、高域が突出しているため、高域重視モデルという認識です。200Hz から 4kHz までが控えめですが、そもそも低域が控えめなため、全体的に音の線が細く、高域を中心に聞く分にはいいモデルですが、バランスという観点ではもう少し整えたいところです。こんなセッティングで EQ 補正するとかなり整います。少しレベルを落とす程度なので、ノールスの BA を搭載した T3 独特の鋭い広域は失われません。音質比較動画の3曲目、シネマ風オーケストラ音源では、ブラスセクションが非常に綺麗に立ち上がってきます。補正後の低域で迫力が増し、かなり聞き応えのあるサウンドに変化します。全体的には音は近め、分離、低位感に特筆する点は感じませんが、モニターライクでクールなサウンドです。T4 は T3 とは正反対に近い特性に感じます。低域が割と強めで、高域はそれほどでもなく、中域の減衰が少なめで、フラット系を意識したモデルに思えます。2kHz 付近がこの比較の中では一番出ているので、そのまま聴いてもボーカルの存在感があります。高域がほんの少し足りない気がするのと、低域が目立つので、こんなセッティングにしてみました。補正後は抜けが良くなり、音質比較動画2曲目のボーカルはより鮮明に、3曲目、シネマ風オーケストラ音源でのブラスセクションは T3 の時より中域が豊かなので、アタックプラス重量感も合わさり、臨場感が伝わってきます。カーボンナノチューブドライバーの特性もあり、もともとキレのいいサウンドですが、ちょっと補正するだけで全体的にさらに締まったサウンドになります。モニターライクなサウンドですが、音場は T3 より広く感じ、分離、低位感もいいです。音質比較動画を制作する際に使用する機会も多く、メインで使用している期間の長いモデルです。T5 を最初に聞いた時のインパクトは大きく、空間が広いなぁと思いました。そして、広域の響き方に BA のような鋭さを感じました。6ドライバーはカーボンナノチューブの発展型のようなドライバーということですから、キレの良さは間違いないです。音質比較動画2曲目のボーカルも前に出てきますし、非常にクリアなサウンドですが、900Hz を中心とした減衰と低域が少し不足しているように感じます。これは最初に聞いた時から感じていたので、こんなセッティングにしてみました。補正することで広域が少し抑えられ、もともと空間が広いので、分離、低位感がとても心地よく、聞き疲れもしづらいです。少しオーバーな表現ですが、宙に浮いたようなサウンドという感じもします。シェルが結構大きいのは、音場を広くするための設計なのだろうかと推測しています。価格が4モデルの中では一番高額になりますが、それだけの響き方を約束してくれるモデルであることは間違いないと思います。波形で見ても特徴の違いは顕著ですし、それぞれ響き方が違います。今回聞き比べてみて、補正後の自分好みのサウンドになっても、4本の特徴の違いがはっきりしていて、入手してよかったと思えるものばかりです。補正は最小限に留めた方がいいかな、と思いますが、T3 は補正してかなり化けました。愛ちゃんは買いたいのあった？ T2 プラスは持っていて気に入ってますので、丸っこい T5 がいいですね。多分これ買います。確かに外せないよね、T5 は。しかし、T5 だけが推しではないので、全部聞いてみていただきたいな、と思います。ということで、今回は T-Hi-Fi の4モデルのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。